どうも、藤ピコです。おつピコ。ちょっとね、今謎の空間にいるんですけど、今日朝起きたらね、ちょっとこの後ろにいるね、とある生き物が、ちょっとね、とんでもないことになってたんで、ちょっとね、早速見ていただきましょう。それではご覧ください。どうぞ。はい、こちらのケージね、誰が入ってるかというと、地中海カメレオンがね、下にね、はい、男の子が、はい、床を散歩中ですね。はい、こんな感じでね、めっちゃ床に降りてくるんですよ。はい、変なのはこいつね、また今、見てください。ここにね、これメスなんですけど、色えげつないことになってるんですよね。しかもちょっと下にいるオスに威嚇してるな。これひょっとして、妊娠した？ちょっともしかして、これちょっとね、妊娠色っぽい気がするんすよね。そう、一応ペアで入れてて、なんかね、他のお店の子はね、何匹か盛ってる子がいたみたいなんですけど、うちは全然そんな様子なかったんで、しばらく先かなと思ったんですけど、メス、これね、お迎えした時こんな感じの色で。はい。で、今、現在こちら。全然違うでしょ。この黄色のドットがね、全体的にブワーっと出て、これね、エボシカメレオンとかね、妊娠した時はこんなカラーなんですよね。で、僕、繁殖したバシリスクカメレオンもね、メス、はい、こんな感じでね、妊娠した時だけド派手なカラーになってたんで、もしかしてこれ、お腹はまだね、卵、ボコつきは見えへんけど、もしかして交尾したてなのかな。変な環境でね、これ。本当にね、トカゲ、太顎みたいな環境でね、現在飼育してて、これ床材敷いて乾燥のね、乾燥地帯系の、はい、飼育環境で飼ってるんですよね。水入れこれ置いてて。で、水もやっぱしっかり多分飲んでるっぽいな。めちゃくちゃ状態いいんで、はい、ほらもう床降りてきてね、のっそのそ。いや、メスもね、こんな感じの色やったんですよね。やけど、はい、オスはも相変わらずこんな感じでね、ちょっとふっくらしてきたかな。餌はよう食べてるんでね。そう、うんちもね、あそこに。ほら。健康的な立派なうんこしてますね。はい。ということで、ちょっとね、餌あげてみましょうかね。基本的に妊娠してね、もうお腹、卵パンパンになったらね、餌食わない言うんですけど、でも、うち、ホーネリーとかね、アフリカ、バシリスクもね、結局、餌がっつり食ってたんでね、あんま関係ないかもしれないですけど、一旦ね、餌、じゃあ、ばらまきでね、はい、コオロギをね、はい、ばらまきました。オスは早速。見てる見てる。変なところに。食べたけど。はい、絶妙に映ってないっぽいな。大丈夫か。はい、オスはこんな感じで、はい、速攻食べてくれますね。メスが、ちょっとこの色出てるってことは割と警戒してるかもしれないんで、そう考えたらメス最近、でも食べてたか、言うて。ちょっと反応落ちてる気はしたけど、全然普通にいつも通り食べてた感じするんで、オスは、もうあんな床に降りて、生クワカメレオンみたいな感じになってますけどもね。ちょっと場所が良くないな。はい。いわゆるね、樹状性のカメレオンではあるんですけど、そう、ずっと枝の上にいてね、餌食べるとこわけじゃなくて、こんな感じで、下に降りてきてアグレッシブにね、餌探しに行くんですよね。登るか？ちょうどこの上に、コオロギがいるけど、ちょっとメスが嫌がってるな。オスがちょっと近づいてきて、体揺らしてちょっと、こっち来んな、みたいなリアクションしてますね。ちょっと一旦オスメス分けた方がいいのかな？もし妊娠してたら、まだね、多分産むまでにそれなりに時間かかると思うんですけど、そうやね、ちょっと様子見つつ、もしかしたらね、今後一旦別居させるかもしれないですね。お腹の膨らみ的には、まだ、別にって感じやもんな。この手のやつらはね、妊娠したらもうお腹すぐボコボコになって分かりやすいんで、ただ現状ね、そこはボコつきは見られないですけど、色がもう本当に妊娠色なので、オスもちょっと、メスに毛をされて、ちょっと餌食うんやめてもだな。あとは今ちょっとね、現在家子あげてるんですけど、この種はね、結構色黒っぽい餌の黒コオロギのちっちゃいやつの方がね、反応がいい気がするな。今床がね、ちょっと白っぽい、茶色なんですけど、ちょっと明るめのカラーなんで、
そう、家子にね、カルシウムパウダーまぶしたら真っ白になっちゃうんで、あんまりその色の反応が良くないというか、うん、黒コオロギポンと入れた方が、そっちの方がね、見つけやすいのか、反応は明らかにいいんすよね。メスはちょっと餌食べる気配なさそうやな、これ。うん。まあ、メスがこれで、こっからね、一日中バスキングし始めたりとかね、体温める様子が見受けられたら、おそらく妊娠していると言っても、はい、間違いない、問題なさそうな気しますね。うん。まあ言うてでもこの種結構バスキング好きなんでね、ようバスキングしてるんですけど、まあ色真っ黒なってんもんな、今。うん。いやでもやっぱ地中海ね、この体型がコロンとしててね、可愛らしいですね、本当に。うん、サイズ感もね、まあお店にいたメスはね、これよりもう二回りぐらいでかくてバカでかかったんですけど、そう、だからうちの子はまだまだ若いし、もうちょっと大きくなるかなと思って、出産もまだ先かなと思ったけど、うん。なんだかんだもしかしたら、はい、妊娠したかもしれないですね。いや、かっこいいな、でも。この、ね、岩場レイアウトもこれすごいいいもんな。うん。ほら、岩のところにコオロギが登ってきてるけど、メス見てるけど食べへんか？食べへんか？全然この子らこうやってね、カメラ撮ってても見てても、はい。このばらまきの餌に関してはガンガン食べてくれるんですけど、メスはちょっと今日食べなさそうやな、ほんまに。オスも一匹食ったっきり、ちょっとおとなしくなってしまいましたね。あとは最近ちょっとオスもね、なんかメスが嫌がるの分かってんのか、あんまり近寄らなくなりましたね。結構離れ離れ別々でいることが、距離感をちょっとね、持ちつつ、はい、このケージの中にいることが増えてきた気がするな。意外とこのオスが空気を読めるオスなんかもしれないですね。ということでね、まあもう変にストレス与えないようにね、はい、プレッシャーかけへんように、まあ一回ばらまいてね、このままそっとしておきましょうかね。またちょっと一応ね、何日間か様子見てみて、はい、ちょっとメスを隔離した方が良ければね、うん、ちょっと別で、はい、飼育してみたいと思います。またそのね、ちょっと経過、気づき次第ね、動画でアップいたしますので、気になる方はチャンネル登録してお待ちください。それでは本日の動画はここまでになります。もしこの動画が良ければ、高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。